ハーさんチャンネルです。お疲れ様です。今日はね、梅雨の合間っていうか、すごい天気になって、梅雨の時、雨の時ってさ、何にも作業もできないし、洗車もできないじゃないですか。なんかね、何もできないとね、先にモヤモヤしちゃって、ストレス溜まっちゃうんですよ。なんかのなんかの病気かもしれないですね。で今日ね、天気がいいんで、前に147のポジシャーかけた時に、このソケット電源、これが壊れちゃって、エンジンかけると、本当はここに LED があって、緑のランプがつくんですけど、もうつかないんですよ。で、どうなってるかなと思ってね、久々に147のフューズボックス開けて、フューズがもしかしたらこのソケット電源のフューズが切れちゃってるのかもしれないね。そしたらまあフューズ変えればいいかなと思って、で中開けて見てみたんですけど、特に、まあ、これが本体の中開けて見てみたんです焼けてんのかな。焼けてなさそうだな。けど、別に焼けて切れてるところもないし、何にも別に問題ないなと思って、じゃあ元のところかな、元のところをちょっと見てみたんだけど、なんかね、特に切れてるところもないなって感じで、もしかしたら本体の方が焼けちゃったのかもしれないね。そんなにポリシャーなんか電流流れるのかな、よくわかんないですね。まあ特にね、あの時ね、暑かったからね、もしかしたらもう熱持っちゃって壊れちゃったのかもしれないですね。なんともないね。で、新しいね、ソケット電源買いに行ったんですけど、ちょっとね、話変わるんだけど、これ見て、クリスタルガードを3回施工したんですよ。で、雨も何回か打たれたんだけど、砂利中に置いててもね、ピカピカでよーく見ると多少汚れは残ってるんですけど、でもビカビカになっちゃってて、あ、これマジでクリスタルガードになったんじゃないかなってね、驚いてます。で、やってよかったなと思って、また話戻るんですけど、このなんかね、オートバックスに売った、ヒューズから電源取るやつって、このタイプ2種類ぐらいしかなくて、2口のやつをまた買ってきて、取り付けようと思います。で、もともとのシガーソケット電源は、シガーライターのところのヒューズのところについてたね、F の44っていうところで、まあそこでもいいやと思ってそこに取り付けて、でアースにつけて、でフューズボックスのところにアクセスするのってすごい簡単で、プラスドライバーに、ネジ2個と、あと六角レンチでアースのところ外すだけ、まあすごい簡単ですね。電源が来てるの。で、気をつけた方がいいのは、ETC とかを取り付けるときに、このシガーライターのとこから電源取るとね、エンジン始動時に一瞬電源が落ちるんですよ。だから2回入ることになっちゃうから、もしね、サンルーフのついてない車だったら、サンルーフのところのフューズのとこから電源取った方がいいかなと思います。来てる来てる。まあこれでいいやんな。よっしゃで、来てましたね、電源。来た。ブルーのなんかね、LED のランプがつくんですよ。で、場所はね、まあ元の、まあ足元も別に狭くならないし、まあここでいいやと思って。でね、147にはまだ ETC もドラレコもつけてないんですよ。ドラレコはもう買ってあるんですけど、あと取り付けるだけ、まだ取り付けてなくて取
今度取り付けようかなと思ってるんですけど、 ETC はねサンルーフのフューズのとこから取ろうかなと思ってて、ドラレコはちょっとどっから取ろうかな。シガー電源タイプだから結局今日つけたらシガーソケット電源とかから取らなきゃいけないかなと思うんですけど、というわけでね、今日なんか本当に短い、作業時間っていうとね30分ぐらい30-40分で終わっちゃうような作業だったんだけど、なんかねオートバックスに行ったりとか、ドライブがてら動画撮ったりとかして、楽しかったです。この辺のね一応なら乗ってる方はもうこんなフューズのとこから電源取るなんていうのはもう全然知ってることだと思うんですけど、なんか暇つぶしとストレス解消になんかこのくらいの作業がちょうどいいのかなという感じでした。今日の動画はここまでです。